はじめまして、集英写真書編集部で20年以上働いております落合勝人と申します。この度はこのシンポジウムにお招きいただきまして大変嬉しく思います。最初にお断りしておきますと、私自身が一編集者として気候変動そのものを直接のテーマにした本を作ったことはございません。しかし集英写真書では最近私の同僚が担当した斉藤浩平さんの人新世の資本論、気候変動と人類社会の関係を論じた書き下ろしの論考ですが、これがかなり話題になりまして、昨年の9月からちょうど1年ぐらいが経過した現時点で37万部の売上部数を記録しております。私は本日岩波新書や集英写真書、中高新書といった日本では比較的メジャーな小型本のシリーズ、新書における流れを追いながら一つの報告をしようと思っております。この小型本の半径が開発されたのは1930年代の後半ですが、特に20世紀の半ばから後半にかけて新書は各学問ジャンルの第一人者と目される大物研究者による廉価版大量部数の初学者向けの入門書という性格が大体定まりました。それが21世紀になってからフィクション以外は何でも OK の廉価版の新刊書というふうに少しずつ様変わりしていくわけです。折しも朝日新聞の論座や講談社の現代といった日本語圏を代表する総合雑誌が次々に廃刊になっていく時期でもありました。今日の新書はとりわけ集英写真書などは TPP など時々の話題を新聞やテレビよりも深掘りする一昔前の総合雑誌の特集機能を代替する役割を担ってもいると思います。さて、当シンポジウムの主題は気候変動ということですが、日本では過去10年の間に以下のような新書が刊行されています。お手元の資料にリストが記されていると思います。この中には最初に申し上げた斉藤浩平さんの人新世の資本論があります。例えばその他でいきますと、池上彰さん、日本を代表するジャーナリストでテレビでも大変活躍されておりまして、新書の業界でも100万部以上のその新書を刊行されたこともありまして、大変なベストセラー作家でもあるんですが、時々のそのニュースを深掘りしてですね、新書版で解説して一般の読者に説明してくださるという大変ありがたい存在なんですが、その最新版の大人の教養さん、私たちはどんな未来を生きるのかでも、この気候変動について、解説されていると、こういったような出版が最近ありました。ただこうして見てみると予想よりも少ないなというような印象があります。しかもここに挙げたリストのおよそ半分程度が大体2020年以降の刊行なんですね。10年ぐらいのリストで考えても半分ぐらいが2020年以降の刊行ということです。ちなみに2016年に刊行されたカール・マルクス、資本主義と戦った、社会思想家は斉藤さんの新書に先駆けてマルクスと環境問題を結びつけて論じております。この気候変動のトレンドに、対応するキーワードとしては他に SDGs なんていうことも挙げられます。 SDGs は、サブステイナブル・ディベロップメント・ゴールズ、持続可能な開発目標の略称。2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標です。SDGs 関連新書として、以下のものがあります。お手元の資料に列挙いたしました。ただしやっぱりこの SDGs 関連新書も2020年以降に集中しているようです。斉藤浩平氏は SDGs に対して批判的な立場を取っていますが、要するにそれではちょっと生ぬるいというような判断ということだと思いますが、両者の出版の背景には同一の問題意識があったということは否めないでしょう。ではそれ以前の日本語圏の出版界では気候変動関連新書が説くようなメッセージはさほど論じられてこなかったということなんでしょうか。ちなみに、気候変動新書あるいはその SDGs 新書というキーワードで Amazon.com で検索してみますと、
両者ともに地球温暖化に関する署名がヒットしてきます。そしてこの地球温暖化問題は日本においては長らく原子力発電所原発の推進撤退をめぐる最大の争点の一つとして論じられてきました。2010年代の日本の出版界の潮流っていうのは東日本大震災及び福島第一原子力発電所のシビアアクシデントを抜きにしては語れません。原発関連指針書はこの10年間に膨大な冊数が刊行されてきました。ある意味それらは気候変動関連指針書が内包するいくつかの主題をより具体的に論じ続けてきたとも言えるでしょう。最初にして最大のベストセラーとなったのは小出博明原発の嘘捜査新書2010年6月刊ですね。原発事故の記憶がまだ生々しいどころかさらなる大惨事が複合的に起こるかもしれないという、危機的な時期に原発の嘘は瞬く間に20万部以上の売れ行きを記録しました。小出さんは後に集英社新書でも2冊、新書刊行して、くれました。出版業界全体としては、原発関連新書の大半は2011年から翌2012年の2年間に集中して、出版されています。2012年12月に民主党政権が衆議院議員選挙で惨敗して下野し、以後現在まで続く自民党公明党連立政権が誕生しました。原発関連新書は持続的に刊行され続けるものの、3.11直後の2年間の出版点数部数を超えることはついぞありませんでした。皮肉なことに原発関連新書のブームは日本におけるリベラル政権を短命に終わらせたという側面もあるでしょう。しかし集英社新書は他の新書シリーズに比べてこのジャンルの出版を粘り強く続けてきました。以下は3.11以後の10年間に集英社新書が出版した原発関連新書のリストです。2011年、2012年と、年代ごとに、ちょっとリストを作成しましたのでお手元の資料をご覧ください。以上のリストを概観しますと2020年以後の気候変動新書と共通する以下6つの論点が含まれていることに気づきます。1つ目がですね、原発の構造のいわゆるその紹介解説、それとその技術的な課題、事故時にどんな環境汚染が起こりうるのかという、危機リスクなんかも含めての解説紹介ということですね。2番目に、原発推進と経済の関係、これは立地自治体は原発を受け入れると非常にお金が入ってくる。でただし引き換えに事故が起こった時のそのリスクを負担すると、こういうような取引ですね。一体いいのかどうかという、是非に関する議論ですね。さらに言えばその電気料金というのは原発というのは非常に安いというふうにされてきたんですが、他のその火力発電、水力発電、あるいは自然エネルギーなんかも含めてなんですけど、しかし一旦事故が起こった場合、その事故の処理、あるいはその廃炉にする、しかも廃炉にできない場合に石棺みたいな封じ込めをして、それを100年単位でその管理していくっていうような、そういう経済の予算をどういうふうに考えるかという問題、こういう議論、こういったことが新書でも随分交わされてきたということですね。さらに言うとそのメディアリテラシー、これは安全神話キャンペーンと俗にその日本で言われてきました。要はその原子力を推進したいという、電力会社、あるいは官僚、政府、それの、利権関係者がこぞって原子力発電所は怖くないですよ、安全ですよというような、そういうキャンペーンを行ってきたわけです。大きな予算で CM もいっぱい作られました。でその中で、さっき申し上げたその温暖化の審議というような議論も細々とですが交わされてきたわけです。要するに原発に反対する人たちっていうのは、温暖化説っていうのはちょっと嘘が混じってるんじゃないか、かなり古代にそのデータが強調されすぎてるんじゃないかっていうようなことを主張してきたわけですね。温暖化を防止するために火力発電、化石燃料による発電をとにかくやめて、
自然エネルギーに移行しなきゃいけないんだけど、自然エネルギーは今のところ技術もまだ未熟であり、お金もかかってしまうので、やっぱり原発っていうのを使わざるを得ないんじゃないか、原発はクリーンなエネルギーだ、こういったようなことが強調されてきたわけです。それが3.11の後に、ある意味暴かれたというような側面があり、そういう新書なんかも随分、刊行されました。そして次第にその科学技術への哲学的な考察、テクノロジー体系の不可知性であるとか、暴走のリスクそのものをどう考えるかというような、そういう考察の新書なんかも刊行されてきます。そして、今のその気候変動新書なんかにも関わる持続可能性への問いですね。自然と人間、人類の関係は今後どうなっていくのかということを深く考察する。しかも危機感を持って考察するというような新書なんかも随分、出版されました。次がですね、その日本特有の問題として、地震の問題っていうのがあるわけです。これは今の新書とはちょっとあまり論じられてないところですが、日本のような、地震がかなり多い、こういう土地にその地震に弱い原子力発電所がこんなに大量に作られてしまったということをどう考えるかというような、こういう問題ですね。それについても随分新書では議論が重ねられてきています。で、最後にその抵抗運動ですね。じゃあ実際に原発をやめるにはどうするのか、あるいは反対するにはどうするのか、デモであるとか選挙、裁判、住民投票、国民投票みたいな、そういったようなことが実際に議論され、実践的にも運動に関わる人たちがこの10年間ぐらいは増えてきたと。これが原発関連新書をめぐる日本の10年間の言説状況なんです。で、このリストを細かく説明することはちょっと避けますが、時間の都合で2019年から2020年のあたりになると、指物集英写真書でも原発関連新書っていうのはほとんど刊行されていません。これは翌2020年が3.11から10年の年にあたり、さまざまなプロジェクトや記念出版が後ろ倒しになった影響もあるでしょう。しかし2020年から現在にかけて、東日本大震災に比すべき巨大な出来事が起きます。新型コロナ感染症の世界的な拡大です。2020年の年末から現在にかけて、集英写真書からすでに6冊の原発関連新書が刊行されましたが、さほど部数は振るわず、話題を喚起したとも言えません。代わりに各社からコロナ感染症に関する出版が相次ぎ、2011年以後2年間の原発関連新書に比すべきコロナ関連新書が書店の平台をざーっと占めるようになります。そしてまだ混乱の渦中であり、原発関連新書のように客観的に区分けするまでには至っていない、まだ時期尚早かもしれません。しかしおおむね原発関連新書で私がちょっとその明示した論点にちょっとその符合するようなそういう論点を設定することは可能だと思われます。まずコロナ関連新書の性格論点として一番最初にですね、感染症の構造の紹介、あるいは治療に関する技術的な課題、こういったことがやっぱりみんな関心あるわけですね、緊急時には。こういったものは結構売れたし作られました。これは原発の構造の紹介、技術的な問題についての議論とちょっと符合すると思います。で、2番目にコロナ感染症の対策と経済対策の関係。これは東京オリンピック開催の是非をめぐって随分議論されたり、いろいろと活字にもなったりしました。これはやっぱり原発を推進していいのか、経済との関係はどうなのかっていう論点とすごく似てるというところだと思います。さらに言うとメディアリテラシーですね。これはワクチンへの賛否っていうところですね。反ワクチンかワクチン賛成かっていうところでフェイクニュースであるとか、あるいはその陰謀論、医薬メーカーなんかとかですね、そういったようなことも含めたいろんなその議論があるんですが、そのメディアリテラシーをめぐって新書でも随分議論が交わされています。原発関連新書ともちょっと符合するところだと思います。さらに言うとウイルスと人間の関係についての哲学的な考察、
これは原発、原子力エネルギー、科学技術と人間の関係についての哲学的考察っていうところと符合するところもあるでしょうし、ウイルスとの共存、そういったようなことを念頭に置いた持続可能性の問いなんていうこともやはり原発関連新書にもつながるところだと思います。そして先ほど地震というところでちょっと触れた日本特有の課題についてはどうでしょうか。ここがちょっとポイントになってきます。これだけ多くの国民が感染リスクの観点から反対していたにもかかわらず、東京オリンピックが強行開催された流れそのものを日本特有の権力構造の問題として議論された形跡があります。これはコロナ関連新書だけではなく、いろんなその他ジャンルのその新書なんかでもさまざま議論されていた形跡がありますね。また当初、欧米と比べて日本では PCR 検査などは大幅に遅れているにもかかわらず、感染抑制がある程度達成されている要因ファクター X、そういったものについてさまざまに議論がなされていました。しかし、これについては今年の7月から8月にかけて感染が欧米並みに、あるいは欧米以上に爆発的に拡大してしまったために、そうした日本特有のファクター X 的な話題というのは急速にしぼんでいくということがあります。日本特有の課題は国境を越えるウイルスの勢いを前に沈潜していった感があるということですね。で、報告者、私が考える最大の問題はこの最後の抵抗運動というところなんです。この2年間、リベラル陣営の論者の方が経済対策、つまりその東京オリンピック推進よりも感染症対策を優先すべきと強調し、ここまではうなずけるんですが、さらには国家による規制や監視を要請する、もっと規制すべきだとか、人の出入りを規制すべき、あるいはその人の動きを監視すべきというような、そういう主張をするケースが増えているんです。気候変動関連新書、あるいはコロナ関連新書から消失したのは、地震のような地域固有の具体的課題、中間的な議論、そして抵抗運動の主体となるべき実体的な社会の消失ではないかと私は考えます。オンラインで、既存の社会を保持することはできても、新たに作るっていうところは今のところ困難に思われます。人類社会っていうことが最近よく言われます。人類社会と気候変動。しかし人類社会と、ここでいうその社会っていうのは決してイコールではないということです。打足ですが、ソサエティ、これ日本語では今社会っていうふうに訳されていますが、ソサエティの日本語訳に当初は人間交際であるとか、あるいは社交っていうことが使用されていた時期があります。直接会う、話す、触れ合う、同じ仕事を共にする、こうした経験を持たないまま形成された集団は、10年後どのような世界を作り得るでしょうか。2020年の春、日本では私と同世代の批評家、東博樹氏がアイラ史上、2020年4月20日号で次のようなことを述べています。私非常に感銘を受けて、久しぶりに彼と連絡を取り合ったわけです。昔本を作ったことがありますが、ちょっとその、疎遠になっていたんですけど、大変素晴らしいコメントで感銘を受けたと。で、どのようなコメントだったかということをちょっと長いんですが、紹介したいと思います。東さんの文章です。現在台頭しつつある政権力は、感染拡大防止という絶対善と GPS のような監視技術に結びついているため、はるかに強力である。韓国や台湾では初期からスマホの位置情報で感染者の行動を監視している。欧米も始めている。ビッグデータの利用はさらに多くの国で行われている。米国ではスマホ監視により集会が確認され、警察が出動したと伝えられる。位置情報は究極のプライバシーだし、集会がなければ政治的自由もない。数ヶ月前ならいずれも非難の大合唱が起こったはずだが、今異議を唱える声はほとんどない。世界はコロナの恐怖に駆り立てられ、自由や人権についての議論をかなぐり捨てつつある。人類は残念ながら生き残るためには家畜になってもいいと判断したようだ。緊急なのでやむなしとの声もあろうが、問題は2つある。一つはコロナ禍の出口が見えないこと。
日本でも緊急事態宣言が発令され、感染拡大のため接触の8割削減が必要だと言われている。しかしウイルスが完全に消えることはない。いつ監視は終わるのか。そしてもう一つ、コロナ禍後の社会のビジョンがほとんど語られないことだ。コロナは人類全体を滅ぼすほどのウイルスではない。ほとんどの人は生き残る。その時どんな社会を残すかも考えるべきである。今マスコミでは命か経済かと選択を迫る議論が多い。しかしでも本当の選択は現在の恐怖と未来の社会の間にもある。こんな監視社会の実績を未来に残していいのか。人間は確かに動物である。だから動物を管理するように管理すれば感染は防げる。でも同時に人間は動物ではない。そのことの意味を絶対忘れてはならない。以上です。これは非常にその時の私自身の感覚、危機感というものを代弁してくれたコメントだと思っております。人間にとってソサエティとは何か。それはエコノミーとちょっとイコールではない。それが今ほど問われている時代はないと思います。私自身は一出版人として社会の持続可能性についての批評眼を常にないほど研ぎ澄まさなければならない。そういうふうに自戒しております。それでですね、最後にちょっと集英写真書のリストについて復元して報告を終えたいと思いますが、先ほど列挙したリストは2011年3月11日以降の出版リストなんですけど、集英写真書は創刊されたのが1999年の12月です。それ以降ですね、原発事故が起こるまでに原発関連新書を実は刊行し続けていました。これは鎌田聡さんのその原発列島へ行くという、それが創刊ラインナップに入っているわけですが、日本全国にある50基ほどのその原発を実際に歩いて、でそのちょっとひどいありさまというか、そういうのをレポートするというような、そういうような本もあります。さらにイランの核問題という本があります。これはイランで核開発をしている、核弾頭を作っているんじゃないかという疑惑がありまして、その時にフランスでちょっと書かれた本を翻訳したわけです。原子力エネルギー、それとその核弾頭の問題ということで一応本が出ています。さらに言うと二酸化炭素温暖化説の崩壊というような本も2010年3.11の数ヶ月前に出ているわけです。この原発列島を行くを書いたその鎌田聡さん、あるいはその先ほどの原発の嘘、原発関連新書最大のベストセラーを書いた小出弘明さん、彼らが共通して敬愛した作家に松下隆一さんという方がいらっしゃるんです。私も非常に好きで密かに、個人的にずっと読み続けておりました。彼は日本でいうとその日本の古い死刑の短歌57577を、舞台とするですね、そういうのを使った短歌を、いっぱい書いてるんですね。で旭華壇っていうところに投稿して話題になって、そのうちにですね彼のその自伝が刊行されて大変なベストセラーになります。豆腐屋の式といいます。これは彼豆腐屋さんをやってですね、中学校を卒業して高校まで行くんですが、お金がなくて大学に行けなかったわけです。高校では常にトップのすごい優等生だったんですけど、でもその豆腐屋をやりながらその短歌をやって、でしかも家族がすごく多いんですが、彼らの中でその不良になったりとか、身を持ち崩すなんていうような仲間なんかもいるんですけど、彼らとのその愛情のあるやり取り等々でですね、そういった思いを短歌に乗せて、日記に載せて「豆腐屋の式」っていう本を書き上げるわけですが、ドラマにもなってベストセラーになった。ただし彼はその後ですね、九州のですね唐津の人なんですが、
九州北部のその豊前火力発電所反対闘争っていうところにちょっと関わっていくわけなんです。その要はきれいな砂浜が当時は原発がない時期だったんですが、火力発電所っていうものを作るために埋め立てられようとしている。でそれに反対する漁師であるとか地元の住人たちの、苦しみや苦難に非常に同情するわけです。松下隆一さん、非常に体も弱いし、片目も、見えないというような方だったんですが、非常に優しくて、それで同情したわけですね。でそこから、結局社会運動の方にのめり込んでいって、亡くなるまで、ずっとその環境運動であるとか、あるいはチェルノブイリ原発が爆発した後は原発反対運動であるとか、ああいったものにも盛んに関わっているわけなんです。でチェルノブイリの原発が、事故で大変なことになった時に小出弘明さんを、松下隆一さんは招いて勉強会をやった。でそこからずっと小出さんは、松下隆一さんと、親交があったわけなんです。で松下隆一さんは草の根通信というそのガリ版釣りの、鹿版の雑誌を作って、本当に仲間内に回覧していたわけですね。でそのサークルがどんどん広がりを持って、持続的に原発反対運動っていうのは3.11の起こる直前までずっと続いていたわけです。彼は面白いことをちょっとある著書で言ってます。これですね、集英写真書を紹介しないで他の出版社の本を紹介しますが、暗闇の思想っていう本がありまして、この中で豊前火力発電所反対闘争の最中に環境権っていうことを彼は強調するわけなんです。でその環境権の中で彼が、主張していることっていうのは、今のその、気候変動新書にも関わるメッセージっていうのが書かれているものと思いますので、ちょっと読み上げます。関連するところ。私たちが快適な環境の中で生きる権利は個々に主張できるはずであり、もしこれを妨害するような汚染企業の立地には、当然私たち住民は排除権を発動できるはずなのだ。それが環境権である。環境はそこに住む万人の共有であるから、誰かによって一方的な汚染は許されないという至極当たり前な発想なのである。四大公害訴訟が勝利したとはいえ、心身の破壊の後の勝利や万歳の声もわかる虚しさであった。そうなる前に企業を食い止めるには環境権しかないのではないか。こういうようなことを言ってますね。で、環境権というものは後に来るものとの関わりが密なのであり、もっと言えば後に来る者たちのいまだ無国の権利をも含んだ主張であるはずであり、その重さは人類の歴史を引いて裁判官としてたじろぐほどのものであるはずなのだ。海がある、その海への評価はそこで生産される漁獲高でしか計算されない。だからそれに相応する対価を払った者が占有して埋め立て自由ということになる。海というものの評価の中で、実は生産高計算は最も矮小な評価でしかなく、万人が来て海を楽しむ価値は計算を超えて巨大なのであり、その楽しみは万人に許されるはずであり、それこそが環境権なのである。もしもうこれ以上環境をいじっては人間は生き延びられるのだという逼迫事態を真に認識すれば、その絶望的危機の前に人々は総意を結集して、まず大気とか水とか土壌とかに絶対評価を与え、これを寸毫も犯すまいとするであろう。そして全てをそのタブーからこそ出発させるはずである。その絶対評価を踏まえて新しい文化が出発していくだろうと。おそらくこの松下隆一さんに影響を受けた鎌田さんであるとか、あるいは小出さんのような人たち、それがその精神というものが、原発関連新書の、出版に流れている。でそれは気候変動新書と原発関連新書の、論点の類似っていうところを、そこの回路を通って現在の、
気候関連、新書に対する危機感、そういったものにもつながっているんじゃないかなというふうに、個人的には思います。トレンドのように見えるこの1、2年間の気候変動関連新書についても、数十年にわたる、その人間と、社会と、そして環境と、そういったような関わりが、組み込まれている、そういう経験が組み込まれているというようなことを、まず報告させていただきました。ご清聴ありがとうございました。